古典落語。元犬、早く人間になりたい。世の中には、身の程を知るって言葉がございます。犬は犬、人は人、猫は猫。ところがこの身の程ってやつを、大概飛び越えたくなるのが、生き物の性分でございまして。ある長屋の裏に、白い犬がおりました。真っ白でございます。白いだけなら結構ですが、これがまた妙に気取っている。他の犬が道端で骨でも見つけりゃ夢中になる。ところがこいつは違う。骨だの残り飯だの、そんな下の地もの食い物、やってられるか。犬が何を言ってやがる。朝になると街を歩く人間をじーっと見てる。昼になっても見てる。夕方になると魚屋の前で見てる。夜になると居酒屋の前で見てる。通りがかったハッツァンが言いました。なんだこの犬。犬のくせに人間見てため息ついてやがる。すると犬が、誠に失礼な、ため息ではない、観察でございます。犬が敬語を使うな。お前犬だろ？今はそうでございます。今はってのが気に入らない。じゃあ何になりてえんだ。人間でございます。ハッツアン吹き出しました。人間？なんでまた。犬が鼻先をすっと上げて申します。人間というのは誠に結構でございます。まず、雨の日でも傘がある。寒ければ着るものがある。腹が減れば店へ入る。寝るところがある。しかも犬のようによしよしと頭を撫でられて終わりではない。金を持ち、言い訳をし、他人のせいにもできる。実に自由だ。最後の辺はあまり褒めていない。ハッツァンが言いました。だがな、人間ってのはそう楽でもねえぞ。そうおっしゃる方に限って、毎晩酒を飲んでおります。うるさい犬だ。まあいいや。じゃあどうすりゃ人間になれるんだ。犬が申します。裏の稲荷さんに毎晩願をかけております。なんて願うんだ。どうか私を骨に未練のない立派な人間にしてくださいと。ずいぶん具体的だ。ハッツアン面白がって長屋へ帰って皆に言いふらしました。裏の白犬がよ、人間になりてえって稲荷に願かけてる。長屋中が笑った。熊さんは膝を打って笑う。ご隠居は扇子で机を叩いて笑う。女房衆は井戸端で笑う。ところが、その夜でございます。長屋の裏で、なんだか不思議な風が吹いた。稲荷の旗がひらひらっと動いた。白犬がワンともキャンともつかぬ声を出したと思ったら、翌朝には犬小屋が空っぽ。あれ、白犬がいねえ。皆で探していると、長屋の木戸のところに、見慣れない男が立っている。色は白い。目が、キョロキョロしている。着物は、どこから引っ張り出したのか、妙にちぐはぐ。それがペコリと頭を下げて申します。おはようございます。昨日まで犬でございました。長屋、大騒ぎ。出た、化け物だ。いや白いから幽霊じゃねえか。犬が人間になったにしては、面長だな。男が申します。面長なのは生まれつき、いえ昨日までの都合で。ハッツアンが近寄って顔を見ます。お前まさか、あの白犬か？さようでございます。なってやがる。男は深々と頭を下げます。長年の念願叶いまして、晴れて人間となりました。どうぞ今後とも一つ人並みに扱っていただきたく。犬並みでも大したもんだ。毛並みもいいや。ご隠居が出てきました。まあ待ちなさい。なったものは仕方がない。で名前はあるのか？男が申します。犬の頃は白と呼ばれておりました。人間になりましたので、少々改まって白井四郎ではいかがかと。犬が名字を持つな。ご隠居笑って、よし、白井四郎。で人間になって何をするつもりだ？まずは働き口をいただきたく。犬でも働いてたじゃねえか、番犬だ。今後はもう少し文化的な仕事を。これがいけねえ。長屋の連中面白がってあれこれ食を考える。魚屋はどうだ？ダメでございます。匂いで理性が失われます。
蕎麦屋は、ネギが苦手で、役人は叱られると尻尾を振りそうです。尻尾はもうねえだろ。じゃあうちの店番をやれ。とハッツァンが言った。ハッツァンは小さな荒物屋で、店先でほうきだの桶だの売っている。店番なら、口が利けりゃ務まる。白石郎ありがたがってその日から店に座りました。ところが座り方がおかしい。膝を折ってちょこん。客が来ると条件反射で立ち上がり、妙に低い位置で愛想を振る。そして客の持ち物を嗅ぎたがる。こら、鼻を近づけるんじゃないよ。すみません。商売柄、品質確認を。どんな商売だ。そこへ子供がやってきて、おじさん、これいくらと聞くと、シロつい嬉しくなって、坊や、よくいらっしゃいました。と言いながら、頭を撫でてもらおうと、前のめりになる。ダメだ。接客にならねえ。昼になると、シロが店の外を見て、そわそわしている。どうした？向こうの角を曲がる、ミケの気配がいたします。ミケの気配ってなんだ？いえ、なんでもありません。実は猫が気になってしょうがない。その上、夕方になると、店先の柱にどうにも落ち着かない。足を上げたい。だが人間だから我慢する。我慢するから変な踊りみたいになる。やっつぁんとうとう怒った。お前な、人間になったんなら人間らしくしろ。シロしょんぼりして言いました。そう言われましても、ヒューには。ヒューもなんも人間になりたくてなったんだろ？はい。だったら人間ってものを勉強しよう。してるつもりです。どんなことを？人の悪口を少々。言い訳を多めに。わからないときは笑ってごまかす。だいぶ人間に近づいたかと。嫌なところばっかり覚えるな。ご隠居が呼ばれました。まあまあ、人間になったばかりで無理もない。白井、お前人間ってのを何だと思ってた？シロを少し考えて言いました。もっと楽なものかと。それが間違いだ。犬には犬の苦労がある。人には人の面倒がある。どっちが上ってもんじゃない。シロ、しんみりとうなずいた。なるほど。犬の頃は雨が降れば濡れるだけでした。人間になったら傘を忘れたことまで悔やみます。そういうことだ。犬の頃は腹が減れば吠えればよかった。人間になったら世間体がある。そういうことだ。犬の頃は好き嫌いも正直で済んだ。人間になると愛想笑いまでいる。ご隠居感心して、お前、だんだん人間になってきたな。するとシロ、深々と頭を下げて申します。ありがとうございます。ですが考えてみますと、私は犬の頃の方が、いくらか正直でございました。長屋の連中、しばらく黙ったが、やがて皆で笑った。やっつぁんが言う。じゃあお前、犬に戻りてえのか？シロ、少し空を見て言いました。いえ、戻りたくはございません。ただ人間になるなら、せめて犬の頃の正直さは少し残しておくべきだったかと。ご隠居がうなずいて、それは人間みんなに聞かせてえ言葉だ。その晩、四郎は長屋の縁側で月を見ながらしみじみ言いました。犬の頃は月を見れば吠えておりました。人間になったら月を見て考え事でございます。ずいぶん遠回りになったものです。やっつぁんが聞いて、で人間になってみてどうだ？へえ、大層面白うございます。何がだ？何しろ四郎が人間になって、今は苦労してございますので、お後がよろしいようで、師匠落語家でした。高評価、チャンネル登録、LINE で拡散、お願いできれば幸いです。